おはようございます。たかしです。本日は2月23日金曜日、ただいま9時23分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですが、ポストプライムのプライム会員、そしてノートのメンバーシップ、それぞれに良さがありますので、使い勝手のいい方でご利用ください。詳細は動画の最後をご覧ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。昨日も強く上昇してきたポンド円、そして先日から言ってましたこの黄色のラインですね。過去の高値を結んだラインに今ちょうど到達して、ここから一度押しをつけるのかどうかというところを見ておきたいですね。現在ストキャスティクスは高値圏ですので、やはり一旦押しを作ってもおかしくないとは思いますが、昨日のこの上昇を見ていると、このまま本日も突き抜けていく可能性もありますので、そこはご注意ください。一旦は反発ポイントには来てますが、基本的には強い上昇中ですので、このまま上昇していく可能性はあります。上昇のターゲットはまだまだ上にあるんですね。結構これわからないんですが、もうこの辺りになってきます。195円付近が次のターゲットになってきますので、今のこのラインを明確に上抜けてくれば、195円ぐらいまで上昇していくと思っておくのがいいと思います。もちろんそのまま一直線に上がるわけじゃないので、その中でジグザグとトレンドを作りながら上昇していきますし、もちろん一度深めの押しをしてくる可能性も十分にあります。日足のストキャスティクスも高値圏にありますので、日足単位の調整の下落となると188円ぐらいまで下落する可能性はあるんですが、今の動きを見ているとそこまでの押しをつけるような雰囲気は感じませんので、基本は上昇していく、浅めの押しから上昇するというそういうイメージを持っておくといいと思います。では4時間足です。4時間足も綺麗に上昇トレンドを作ってますね。GMMA の青帯に沿って上昇しております。昨日は浅めの押しからの上昇になっておりましたが、水曜日に押しを作ってそこからの急騰みたいな形になってきてますよね。ですので基本的には一旦押しを待ちたい。このトレンドライン付近まで押してくるとありがたいんですが、だいたい GMMA の青帯と接触する付近ですので、本日ここから下落したとすると 189.7 ぐらい、そのくらいまで押しをつけてくるかもしれませんが、昨日も強く上昇しておりますので、その流れが継続する可能性も十分ありますので、少し下がったところは押し目買いが入ってきやすいと思います。ですので本日の考え方としては、少し下がったところ、押しを作ったところからの押し目買い。ただし日足も4時間足もストキャスティクスは高値圏にあるので、もしかすると大きめの下落をするかもしれないという、その可能性は持っておいてください。ただしその下落は狙わない方がいいと思います。買い足で明確に下落トレンドが出てくれば別ですが、今上昇トレンド中で一旦節目にぶつかってきただけですので、当然上抜ける可能性もありますので、根拠のないショートエントリーは危険ですのでしないようにしてください。では1時間足です。1時間足も GMMA に沿って上昇中ですね。そして昨日は一度押しをつけてきたんですが、 GMMA で再び上昇してきております。ただしその上昇が直近の高値を抜けられていないので、本日はもうちょっと上値が重くなってくる、じりじりとまた再び調整の下落をしてくるかもしれませんね。ただ先ほども言いましたように、その下落を狙うのではなく、下がったところから買っていく方が安全ですし、値幅も伸ばせますので、もちろん現在は日足の高値圏でここから大きめの調整下落をする可能性はあるんですが、1時間足の GMMA の青帯が上を向いている間は押し目買いでやっていく方がトレードもやりやすいですし、トレンドに従った方向にトレードしている方が値幅も伸ばしやすいので、先ほども言いましたように根拠のない逆張りはやめた方がいいと思います。ただ1時間足も今ストキャスティクスはデッドクロスして下落中ですよね。ですので今じりじりと下げてきてますので、このストキャスティクスが安値圏付近に入るぐらいまで、そのくらいまで待って、そこからの反発上昇を見ておくと分かりやすいかもしれません。そしてそのタイミングで GMMA の青帯に接触するような動きとか、今ですとこの黄色のラインがありますが、ここでサポートされるような動き、それとストキャスティクスが安値圏からゴールデンクロス、その辺が合わさってくると強めの上昇に入っていくかもしれませんので、そこを見ておきたいですね。ただ1時間足のストキャスティクスの今過熱感を解消に動いてますが、それが解消されて上昇に向かったとしても、4時間日足とどちらもストキャスティクスは高値圏ですので、またそこから大きめの下落っていうのも考えられますので、今は強く上昇しているので、その上昇トレンドについていけばいいんですが、上位足の調整下落にいつ入るかわからないっていうところは念頭に置いといてください。では次はドル円を見ていきましょう。ドル円は相変わらずっていう感じですね。ほとんど動いていないので、かなりトレードがやりにくいなと思っております。基本的にはこちらも上昇していく、ここ 151.9 付近ですね。この白い水平線を目指して上昇している途中なんですが、その中で今日足ストキャスティクスちょっと本日はゴールデンクロスしてきたので、ここから上昇
昇するかもしれませんが、今ストキャスティクスの過熱感解消に動いていたのと、MACD も結構怪しい動きをしてますよね。なのでどこかで一度深めの押しをつけてくるかもしれませんので、そこはご注意ください。今はじりじりと上がってますが、直近の高値が近づいてくると、ここでのダブルトップからの下落で GMMA の青帯付近まで下落する可能性もゼロではありませんので、その可能性も考えながら今買い足の上昇トレンドに乗っていくのが分かりやすいと思います。昨日お話ししていたのがこの緑丸の高値、直近の高値を超えられるかどうかっていうところでした。昨日午前中に一度そこを抜けようとトライしたんですが、結局上髭で返されているんですよね。そして再び夜にもう一回トライしてそこを上抜けてきたという形です。ただ上抜けたんですが、その後はすぐ上値が重くなって現在は下落中。そして直近この緑の丸の高値の次の高値ですね、ここが意識されてますし、先ほど4時間足で言ったようにここでの大きめのダブルトップでの下落になる可能性もあるので、今まだ GMMA の青帯は上向きですので、基本的には上昇トレンドですけれども、上値はかなり重くなっておりますので、今はここでのレンジと考えてもいいかもしれませんね。例えばこんな感じ、この辺りからのこんな感じのレンジを想定しておくといいかもしれません。そう考えると現在はレンジ上限にありますので、ここから再びレンジ下限を目指していく150円少し割るぐらいのあたりまで下がってくる可能性もありますので、そこはご注意ください。基本的には上昇トレンド中ですが、現在はレンジの上限にあるので下がりやすいところにはあります。では1時間足です。1時間足の GMMA は今までずっと横ばいだったんですね。横ばいというか4時間足単位でのレンジでしたので、上がったり下がったりと方向感のない動きをしてきました。昨日、一昨日ぐらいからの動きを見てますと、GMMA の青帯の上で今上昇トレンドを作ってますよね。GMMA の青帯が上向きになってきたんですよ。ここのところの動きずっと横ばい、上がったり下がったりと方向感なかったものが、このあたり水曜日あたりからじりじりと上昇方向に向かってきているということは、今までのこのレンジを崩してくるかもしれません。先ほど4時間足ではこの黄色のボックスのレンジの上限付近にあると言いましたので、ここからレンジ下限を目指して、つまり黄色のボックス下限を目指して下落していく可能性があるということも考えられるんですが、1時間足を見ているとどうも上昇しそうな、そんな雰囲気に見えてきます。ただしそれもこの赤いトレンドラインを引いてますが、1時間足に引いた右上がりのこの赤いラインを下回らなければという話になってきますので、ここを下回ってくると当然このレンジの下限の150円少し下ぐらいまで下がっていく可能性が高まってきますが、現在は GMMA の青帯の上で動いてますので、こういう状態が続く間っていうのは上昇しやすくなってきますので、そう考えるとレンジ上限を上抜けてくる。ただ上抜けても次ここの最高値ですね、4時間足でダブルトップになるかもって言っていたところが 150.866 というところですので、そのあたりが次はターゲットになってきます。そしてそこから深めの押しをつけていくということも考えられますので、基本的には今1時間足の GMMA が上向いてきたので上昇しやすい。そして4時間足とか日足は以前から上向きだったので、基本は上昇トレンドだったんですが、今ずっと揉み合いを起こしておりまして、その揉み合いを昨日あたりから上抜けるような動きになってくるのかなという風な、そんな感じにも見えてきますので、そこも注目したいですね。そして上昇してきた場合、先ほど言った 150.866 がありますが、そこを抜けてくると151円、そして152円が視野に入ってくるんですが、ドル円が上昇するに従って為替介入警戒っていうのも高まってきますので、突発的な下落が起こる可能性は十分ありますので、そこはご注意ください。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。